どうもなんとかじこです。よろしくお願いいたします。お願いします。今回ですね、AGC さんの方に取材に参りました。AGC さんといえばですね、社名が少し前はアサヒガラスだったんですが、ご存知ですか？はい、ご存知です。嘘でしょ？打ち合わせの時知らなかったやん。はい、知りませんでした。ごめんなさい。はい、ちょっとね、私知ってましたけど、ジェネレーションギャップがあるんですよね。5、6年ジェネレーションギャップがあって、ちょっと前から AGC ロゴみたいなのがあって、で、アサヒガラスっていうのを見かけることがなくなってたんですが、僕よりもちょっと上の世代だと AGC といえばガラスっていう会社のイメージがあると思うんですが、それだけではない素材が展示会の方で展示されているということで、我々実はね、もう見に行ってきたんですよね。はい、というわけでそちらの方をまずご覧いただければと思います。AGC さん非常にいろんな素材を扱っているということで、取材するのは難しいんですけども、非常に都合のいいことにこちらの展示会に出展していて、いろんな素材がギュッとで、素材の技術者もギュッと集まっているということで、非常にやりやすいということで、こちらのとりあえずここでお話聞こうということになっております。はい、ほな行きましょうか。はい。というわけで早速なんですが、こちらのブースのご案内をお願いしたいんですが、こちらは何を展示されてるんでしょうか？はい、ここはですね、AGC が作っています車載用のカバーガラスを展示しているブースになります。車載用のカバーガラス。はい。実際にですね、今カーナビゲーションシステムの CID と呼ばれる部分と、なるほどなるほど。スピードメーターのところのクラスターと呼ばれているこの2つの部分のカバーガラスを製造販売しています。基本的にいろいろ触ったりしますので、それの防指紋、指紋を防ぐアンチフィンガープリントですとか、あるいは外からの光がいっぱい入ってきますので、そういったところに対しての反射防止という意味でアンチグレアと呼ばれる光を散らす技術とアンチリフレクション、光の減らす技術ですね、反射量を減らす技術。その指紋がつきにくいとかアンチグレアって、スマホでよくフィルム貼るじゃないですか。はいはい。フィルムでいいんじゃないかなって正直思うんですけど、実際にフィルムを貼っちゃうとですね、このガラスの冷たい感じというのがですね、非常に失われてしまいますので、弊社はガラスに直接コーティングをするというのにこだわってやらせていただいています。見た目が全然違います。なるほど。フィルムダメになったら交換すればいいじゃないですか。はい。で、ガラスの場合交換できないじゃないですか。はい、ガラス全部交換っていうことになっちゃうと思うんで、はい、ちょっとなんか耐久性的にどうかなと思うんですけど。いやいや、そんなことはないんですよ。そんなことないですか？はい。車って大体耐用年数13年と言われてますが、13年、はい。弊社はもうそれをはるかに凌駕するぐらいの耐久性があるコーティングをしていますので、むしろ交換なんて必要ないという、もうガラス自体が13年持つってことですか？そうです。だから全然問題ありません。なるほど。本当かな？厳しい DIN って呼ばれる試験とかはですね、やられてまして、それにも全然クリアできているということでご採用いただいていると。日本の、自動車メーカーさん結構厳しい要求しますけど、はい、それでも OK をいただけるぐらいと。そうですね。日本、ヨーロッパ皆さんからヨーロッパ、なるほどご評認いただいてます。私これね、割とよく知っている光景というか、鋳物の型ですか？これは。型になります。今までですね、鋳型、こちらご紹介するものになるんですけれども、今までは鋳型を作るにも型が必要だったんですけれども、我々鋳型に型はいるでしょう。砂型っぽい感じなんですけど、砂型を作るために基本的に木型とかがあって、でその木型が製品の形してるんで、それを砂で埋めると、木型抜いた時に製品を鋳込める型ができるんですよっていう段取りがあるんですけど、いらないんですか？はい、なしで一気に 3D プリンターで作ることが可能になります。 3D プリンターで。ちなみになんでこれを作ろうと思いはったんでしょうか？ガラス窯用のセラミックスとしてセラミックス、作っておりまして、さらに今までと残ってしまった砂を残ってた砂、いわゆるゴミみたいになってたものがあったんですけれども、それを再利用して新たな製品として開発させていただきました。ゴミが製品になったんですか？はい、鋳物の型になると、てっきりこれ用に開発したから材料費めっちゃ高いんですみたいなオチを気にしてたんですけど、そういうのではないですか？そういうのではないです。すごい。ちなみに 3D プリンターだと、生産性とかってどうなるんですか？1個ずつですね。1個ずつ、それってなんかいいことあります？これブレーキキャリパーがなんでここに置いてあるんかなと思ったんですけど、一品系のものだったら、ブレーキキャリパーって正直あんまり用途がないというか、車の台数と同じ分だけ必要なんで、1個だけじゃ意味ないような気がするんですけど、
最初の試作段階では、はいこのような形がいいかどうかっていうジャッジをするときにあこのようなものが必要になるので、なるほどなるほど。ははいいはいはい。モックアップとしてモックアップ。はい、ああなるほど。鋳物で作る前のものを切削加工で作るっていうのがあったじゃないですか。試作ではい。なんでかって言ったら型を起こしたらお金かかるからまあ削り出しの方が安いよねみたいな、高いけど安いよねみたいなやつあったじゃないですか。もう試作の段階で一発目から鋳物の試作ができると、量産を見据えた試作でテストができるっていうことなんですね。なるほど。これめちゃくちゃちょっと重要度高いんじゃないですかね。高そうですね。はい。見るとねめちゃくちゃ型複雑そうなんで、なんかいろんなもんができそうな気配がありますね。こちらは車載用のライダーの構成部材を取り扱ってまして、ではいそちらを今回展示しております。すいません、ライダーって何ですか？自動運転にライダーっていうものが用いられてまして、はいでライダーは、赤外線のレーザーを使うことが多くて、距離を測るっていうシステムになります。でそのライダーの中に使われている光学部品っていうものを取り扱ってます。なるほど。はい、今回それらを、展示してます。ということはこの素材がないことにはそのそうです加工もできないとそうですいうことなんですね。そうです。それぞれどういった感じの意味合いが、はいあるのでしょうか。でレーザーを出すためにレーザーを作るための元のなる基板っていうものを製品化しております。でこちらの製品はそれをまた蓋をする製品で、場合によってはレンズを使ったりとかするのにまたちょっとさらにオプションも準備しております。でレーザー出てきますと次に、レンズで、コリネート、平行にさせるっていう役割をこのレンズ系で、成し遂げるために。なるほど。はい、ちなみにこの色がついてるやつとかは、これはですね、で帰ってくるときに可視光とかはノイズになってしまうんですね。なので、赤外線だけを最終的には最後の受信機に持っていきたいので、そのために、こういうフィルターで可視光をカットします。なるほど。はい、じゃあもう本当にセンサーをセンサーとたらしめるためのものばかりがここにあると。そうですね。いや、なるほどなるほど。すごいですね。はい、そうです。はい、というわけでまたね場所変わってきました。なんかいろいろあるんですが説明いただきたいなと思います。これは何でしょうか？アフラス FEPM というフッ素ゴムフッ素ゴム。はい。特にですね耐熱性ですとか、耐夜勤性、耐油性ですね。あとは電気特性が非常にいいということで、各、ホースですとかチューブといったものですとか、あとは、シール材ですね、オーリングとかそういったものとか、あと電気特性もいいので電線被覆なんかも使われています。はい。でこちらで、ご紹介しているサンプルはですね、内側に FEPM のこのゴムを積層させたチューブです。外側は通常のアクリルゴムなんですけれども。なるほど。はい。さらっと入ってきたんですけど、はい、私実はゴム屋さんに勤めていたことがありまして、はい、フッ素ゴム成形めちゃくちゃ難しいんですよ。はい、すぐ不良になると。はい、というのもなんか他の素材と触れてなんか余計な成分が入ると一気に不良になるっていうイメージなんで、はい、正直別の素材がこんな感じで一緒になってるっていうのは信じられないというか、なんならちょっとすぐ剥がれるんじゃないのかなとか思っちゃうんですけど、ここでご紹介しているこのフッ素ゴムはその押し出し成形可能なように設計されているポリマー構造を持ったゴム材料でして、加強させながらといいますか成形しながら相手材とくっついて接着、密着といいますか積層されたホースという形で、なります。できる？そんなんできるんですか？できます。できるんですね。で積層可能な材料をここに載せてますように、他のゴム材料ですとか、あと、フッ素ゴムももちろん積層可能ですし、あと金属といったその他のゴムとホースの積層接着が可能という。特にこのシリコンゴムっていうのも私成形結構難しいなっていう印象があったんですけど、シリコンゴムとフッ素ゴムがいけちゃうんですか？はい。すごいこの凄さ分かる？分かるかな？そうですね。はい。それができると。なんでできるんですか？ゴムってよく下流下強させるんですけども、下流させたり、そこの要は点を増やして点を増やす。下強点というのがご存知かと思えば全然知らんかった。そういうものを従来の品種よりも増やしたタイプになりまして、下流速度
というのを、他のゴムと合わせるということもできるので、それで、同時に掛けをしながら接着するという。そういったなるほど。形になんかその特性が敵対しないようにコントロールしてやる技術があるとそうですね。いうことなんですね。なんか綺麗な線がいっぱい並んでおりますが、こちら何なんでしょうか。これ電線ですね。電線です。はい。電気が流れる電線の導線が入ってまして、の樹脂ゴムでコーティングといいますか、被覆してるっていうものです。はい。ここに並べてるということは、このコーティング、その被膜、性能的に重要なんですね。そうですね。一番大事なことはやっぱり外に電気が流れないこと、絶縁性ですんで、そういった絶縁がきちんとできるかどうかということ。で、フッ素のいいところっていうのはやっぱりどんな薬品、いろんな薬品にですとか、高い温度でも耐えれるということで、先ほどのその絶縁できる電気が流れないっていうのを非常に過酷な環境でも耐えられる。そこが特徴です。過酷な環境って具体的にどんな感じの？例えばエンジンの周りなんかだと非常に高い温度になるですとか、あとエンジンのオイルなどでもオイルに使ってしまうと、この線がボロボロになってしまいます。フッ素はそこに耐えれるというのが特徴ですね。フッ素はそういうのに強いんですね。非常に強い材料として知られています。車ってそんなに簡単に線を入れ替えたりできないと思うんですけど、耐久性とかどうなんですか？カチカチになってしまいそうなイメージがありますけど、いわゆる可塑材と言われるゴムを柔らかくする素材を使っているようなゴムはそうですけども、こういったゴムはそういった可塑材っていうのはほとんど使ってませんので、硬くなる成分がそもそも入ってないですか？で、しかもこの耐久性が強くて、切れない、割れにくい、なるほど、中が見えにくいっていう特徴を持っています。なるほどなるほど。いわゆる普通のやつがあって、でその普通があるということは、これは普通ではない。これは普通じゃない ETFE のフィルムですね。なるほど。何が普通じゃないかというと、これ導電性なんです。ここに書いてあるんですけど、導電性普通のフッ素樹脂は電気を通しにくいんですね。だけど、逆に言うとそれがメリットみたいな。そうなんです。普通は電線とかに使われるので、その通しにくい方がいいんですけども、あえて他の特徴はそのままに、電気を通してほしい。そう、電気だけ通してくれて、それは顧客わがまますぎるでしょ。それに鍛えられるのがメーカーですので。なるほど、なるほど。そこに対応し、なんか完全に無茶ぶりですけど、完全に無茶ぶりに対応しちゃった素材があるんですね。そうなんです。なるほど、なるほど。フッ素らしさっていうのはなんとかにくいっていうのが本当にフッ素らしさなんですけど、そのうちのにくいを1個だけ変えてくれっていうのが一番難しい。むちゃくちゃ、それをやっちゃったんですね。やっちゃったんですね。なるほど、なるほど。すごい。非常にお忙しい展示会の中、対応いただきましてありがとうございました。こちらこそお越しいただきましてありがとうございました。すごい限られた展示だったと思うんですが、尋常じゃない量の、なんていうか、対応幅を見ましたよね、とんこつくん。もういろいろありましたね。いろいろあった。下世話な話をすると、儲かりそうな素材をピックアップして研究してるっていう感じになるんでしょうか。会社として「ユアドリームサマーチャレンジ」というステートメントを作ってまして、いろんな方の好きにやりたいこと夢に期待にお応えするようなものを作りたいと思ってやっています。その夢っていうのは、例えば自然環境を良くしたいとか、新しい車を作りたいとか、もっと車を軽くしたいとか、お客様であったり、あとは社会全体であったり、そういうことを夢を叶えるためにいろんなものを作ろうとしています。なるほど。将来に向けてガラス、化学品、セラミックスというような基礎技術を使って、10年、20年先のことを考えてさまざまな研究開発をしています。今、それにつきましては私どもの横浜の AGC 横浜テクニカルセンターでさまざまな開発をしていますので、ぜひお越しいただき、それをご覧になっていただければなと思います。横浜に行っていいんですか？大丈夫です。いつでもご招待いたします。じゃあぜひ行かさせていただきましょうか。はい、行ってみたいですね。じゃあもう今から行くか。はい。えらいとこ来てまいりましたけど。すごいですね。すごいですね。はい。すごい。はい、というわけで建物の中に入ってまいりました。もう少しどでかいですね、ここ。でかいですね。しかも綺麗。綺麗。天井もめっちゃ高いですね。はい。というわけで、ここのご案内をいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どういった施設なんでしょうか。はい、こちらはですね、AGC 横浜テクニカルセンターといいまして、2020年にできた新しい研究棟になります。
でこちらはですね私たちの研究員が研究するだけではなくて、外部から来ていただくそのパートナーの方と一緒にコラボレーションをする競争空間というのを設けております。その名前をですね、青と言いまして、AGC オープンスクエアという場所を設けております。確かにちょっと見ただけでもなんかいろいろ展示物がありますね。そうですね。いろんなガラスを使ったオブジェなんかを飾りまして、来ていただいた方の発想を豊かにするとかですね、そういったことを狙っております。では今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、というわけでひときわ目につくこの展示物の前からスタートしたいんですが、はい、こちら一体何なんでしょうか。こちらはですね、AGC が創業した当時の作り方で作ったガラスの筒になります。この筒をですね、こう切り開いて板にするんです。で最初曲がってますんで、これをペタペタペタってこう平らにしていって板にする、板ガラスを作っていた。そうです。作る途中の中間製品ですね。ちょうどこう地面を掘って、こう溝のところでですね、棒の先に大きな玉をつけて遠心力を使ってこう重力と遠心力でこうどんどん伸ばしていって、吹きながらね、こうやって吹きながらです。これがですね、吹き棒なんです。ちょっと疑問な。ちょっと重いですよ。重い。鉄ですね、これ。そうです。ここが木になってて、鉄で。さらにここにガラスがつくからもっと重たくなる。何十キロかのガラスがついて、ふわっと吹きながらこういうふうに。しかも暑いところでですね。当時はこれで作ったと。当時聞いてます。はい。AGC さんはこれが始まりで、ここからさらにどんどん研究を重ねて展示会であったようなセラミックスだったり、そういう最新の素材とかにも研究されていっていると。その通りです。はい、こちらの展示物は何なんでしょうか。こちらはですね、AGC の歴史をこう示しているもので、技術開発とか製品のですね、できたトピックス的なものを示しています。例えば先ほどガラスの作り方、あれが最初だと申し上げましたけれども、作り始めたのが1907年なんです。1907年。はい。その後第一次世界大戦っていうのがあって、作るための原料のソーダ灰っていう原料とか、ガラスを溶かす窯があるんですけど、窯のレンガ、これがですね輸入できなくなっちゃったんですね。こちらのやってた当時は輸入してやられたけど、戦争で輸入できなくなっちゃったんです。そうするとガラス作れなくなってしまって困りますので、仕方ないというか、自分たちでレンガとかソーダ灰を作るっていうことを始めたんですね。そうなんですね。はい。でこのレンガを作るっていうことはセラミックスを作るってことですので、私たちの持っているセラミックスの技術はここから始まるんです。こんな1917年とかその辺ですね。これからもセラミックスに着手されていたと。そうなんです。はい。一方ソーダ灰っていう原料も作れなくなってしまったので自分たちで作ったんですね。でこれが今度は化学品の元になる技術なんですね。フッ素ゴムとかですね、そういうのをご覧になったと思うんですけども、フッ素ゴムなんかのスタート額がこちらになる。これに繋がってくる。そうなんです。はい。ガラスの作り方も結構大変なので、作り方はだんだん進歩してきています。今はですね、フロート法っていうのに変わっています。フロート法。はい。フロートって浮いてるってことなんで、ですね、金属の錫を温めると溶けてプールのようになるんですね。その金属の錫のプールの上にガラスを流し込みます。そうするとガラスの方が軽いんで上に浮くんですね。でその浮いたものをこう引っ張ってきて板にするっていうそういう方法に変わりました。言うたら液体の錫の上に流し込むということで、結構完全な平面とかになったりする。そうですね。その通りです。なるほどなるほど。ここでガラスの精度が飛躍的に上がってきた。そうですね。ですから今のガラスってもう結構真っ平らになってると思うんですけど、従来の切り開いてペタペタやっていた方法を出すとどうしてもメラメラしてるんですけど、今はやっぱり真っ平らなものができます。なるほど。難しいガラスっていっぱいあるんですね。スマートフォンで使っていただいてるガラスとか、あとは液晶テレビのガラスとか、もっと高い温度じゃないと溶けないとか、例えばそのために使っているレンガですね。レンガって茶色っぽくてひょいってこう軽いイメージがあると思うんですけど、これはですねもうちょっと重いんですか？動かすぐらいやってみて。金属ぐらい、鉄の塊ぐらい重い。鉄よりちょっと若干軽いんですけど、ジルコニアっていうものでですね、非常に密度が高くて硬いものです。ガラスを溶かすときに溶けたガラス、ドロドロのガラスが窯の中でですね動いていくわけですけども、それがスカスカのレンガだとどんどん削っていっちゃって、レンガがなくなっちゃうんですよ。
密度が高くて高い温度でも持つものが必要になるんですね。そこはなんで外注じゃなかったんですか？確かにもう戦争も終わってるわけですよね。ここの得意先から仕入れたらええやんとならずに、いやここは自分たちでっていうところが気になるところなんですけど。そうですね。こういうレンガをそもそも作ってる人たちはいないですから、自分たちで作んなきゃいけないですし、ですからガラスを作り、それを作るためのプロセスも開発して、でそのための設備としてこういうレンガとかも作っていくと、そういう一体的な開発をやっている。いやなんかここに AGC ソウル的なものを感じますね。そうですね。で先ほどソーダ灰という原料を自分たちで作るっていうことから始まったというお話しましたけども、それの方法としてですね、当時アンモニア法といって、アンモニアと、塩を混ぜて、ソーダ灰っていうものと、塩化アンモニウム肥料に使うものを同時に作るっていうのをやってた。イオン交換っていう方法で、セレミオンって私たちの電気の膜なんですけども、そういう膜を使って塩素とナトリウムを分けるっていう、そういう技術をこの当時60年代ですかね、開発したと。よりその環境に優しくソーダ灰を作れるようになったってことですね。そういうことですね。でソーダっていうのはナトリウムです。ガラスの方に使いますけども、残りの塩素はウレタンとかですね、ここら辺のフロンガスとかクロロメタンとか、クリーニングに使うような溶剤とかですね、そういったものに応用されていくんですね。どちらかを捨てるとかではなくて、そうじゃなくて全部使い尽くすっていうことですね。それはもうずっとそうなんですね。そうですね。確かにそこを科学はケミカルチェーンと呼んでいて、化合物の鎖みたいにつながってるんですけど、全てを有用なものに変えて使っていくっていうのを考えてやっています。ケミカルチェーン。ケミカルチェーン。初めて聞いた。なんか使いたい。使う機会あるかな。というわけで AGC さんの歴史を辿っていったわけなんですけど、これが要は展示会のあった一見バラバラに見えた技術がちゃんとまとまって一つにつながっていたってことなんですよね。そうですね。そこが分かっていただけたらありがたいです。理解できました。展示会正直展示会だけだとそれぞれすごそうっていうぐらいだったんですけど、改めてこうやって見るとすごい分かりやすく理解できた気がします。なんかね、セラミック、ゴム、ガラスバラバラかと思いきや、フッ素でつながってたりとか、そうですね。その前の素材が使えないがゆえに使った素材とかが全部つながってたと。そういった形で技術っていうのは広がりがあるし、将来にもつながっていくんですね。ご案内ありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。はい、というわけで、とんこつくんいかがだったでしょうか。ちょっと遠くないですか。遠いですか。はい。やっぱ主役が真ん中がいいかなと思いまして。ちょっと喋りづらいんで前行きましょう。そうですか。すいません。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。いやなんかすごい難しかったんですけど、めっちゃ学びになった気がしますね。難しかったですね。難しかった。けど学びになりましたね。確かに。我々の感覚で言ったら、特徴を理解してそれを使えばいいやんっていう話なんですよ。アルミは軽いんやから軽いアルミで使えばいいやんっていうところを、例えば顧客が重いアルミ作ってって言われたら、いや鉄使ってってなるじゃないですか。そうですね。そこを AGC さんはフッ素って滑りやすくてひっつきにくいんです。ひっつけるようになりましたと。そこ変えてくるんですね。変えてくるんですよね。いいところの特徴やったやんっていうところを逆のところに変えたりとか、導電性がないっていうフッ素のいいところを、じゃあその他のフッ素のいいところはそのままに導電性を付加してくれみたいな、完全に無茶ぶりじゃないですか。完全に無茶ぶりを、顧客のニーズを汲み取ってやるっていうスタンスが、なんか我々と違う、化学の方を極めてる企業としてスタンスが違うっていうのを感じましたね。でね、なんとか重工の、我々ポンコツなので化学のこと正直わからないということでですね、深掘りできた情報がね今回提供できたかというと怪しいところがかなりあるんですけど、概要欄にですね AGC ハブというサイトを載せておりますので、もっとね詳しく AGC のことを知りたいという方いらっしゃいましたらね、概要欄のリンク踏んで見てみてください。今回人と車のテクノロジー展というところの出展ブースをお邪魔したんですが、10月に CTEC という展示会もあるということで AGC さんの方に興味が出たという方いらっしゃいましたらですね、そちらの展示会もぜひ検討してみてください。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram いろいろやってますし、AGC さんについてもっと詳しく知りたい方は概要欄の方を見てみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。